こんにちは、いつぐ佐々木チャンネルです。では開けてみます。カードですね、本当に、こんにちは、いつぐ佐々木チャンネルです。今日もよろしくお願いします。今日の撮影日が3月2日月曜日になります。で、ですね、2月は結構ですね、忙しくて、仕事以外、制作以外の方で2週間かからないぐらい、かかってしまったので、2月作品あんまり作れないのと、あと YouTube ですね、アップするのに2日ぐらいかかってしまうので、あんまり作れないなと思って1回休ませていただきました。1週間お休みさせていただいて、2週間のうちにですね、いろいろ思ったんですけど、今回からはですね、2週間に1回にしようかなと思います。なのでちょっとよろしくお願いします。たまたまですね、今日、この段ボールが届きました。この中身がですね、まだ開けてないんですけど、先月ですね、いつも私、佐々木用品店が、特に佐々木地方の方でですね、アンティークリネンのシーツとかを染めていただいてるんですよ。妻の場合はですね、白と黒を基調とした洋服が多いので、その中でも黒を染め工房の方にですね、染めていただいてるんですけど、今回はですね、私はですね、やっぱりブルー系の色を、頼みました。ニューヨークの個展の時に、私の代表のカラーって何かなって考えた時に、いろんな色がババババってあるよりも、私のアイコンとなる色が一つ目立つようなあればいいなと思ったので、藍染めに近いブルー染めていただこうと思って先月頼みました。それを本当に私も初見なので、一緒にこういう風になるんだっていうのを楽しみたいと思います。ではですね、ちょっと開けてみたいと思います。ちなみに、中身はそうですね、ワークコートとかワークジャケットとかシャツ系とか入れたと思いますけど、自分ももう中身忘れちゃいました。どんな感じで帰ってくるか本当にちょっとですね、楽しみなので一緒に見てみましょう。はい、じゃあちょっとですね、開けてみたいと思います。さあ、こんな感じに仕上がってますね。まずですね、どんな感じに染めてほしいなっていうのをですね、サンプルという感じで、藍染め系の布をですね、サンプルにして、こういう感じでお願いしますっていつも頼んでるんですけど、私の場合はですね、ワークジャケットもそうだし、ワークコートも、シャツも同じコットンであっても、全部生地の質感、薄さとか厚みとか、あとは年代によってですね、本当に全然違う、同じコットンでも雰囲気違うので、これだと統一するのはできないですよとは言われました。でもそれもまた私の好きな一点物になるかなと思うので、全然大丈夫ですよという感じでお願いしてます。で、ですね、まずこれはですね、こんな感じになりましたね。これはですね、これはエプロンだ。前掛けのエプロン、デッドストックですね。とか、すごいいい感じ。すごいいい感じのワークジャケット。今度こっちの色はちょっと青みが強くなった。なんか全然同じ染めにしててもですね、これぐらい色が違います。これはですね、ロシア軍のシャツだな。いい色。これはブルガリアかな。ブルガリアのシャツ。これはドイツのワークコートかな。ミシンのステッチ
ミシンの色だけ色は変わってないですね。たまにこういうことあるんですよね。ミシンで使用されてる古いものでも多分化学繊維の糸を使ってる時はそうなったりしますね。お、これめちゃくちゃいい雰囲気になってる。もうボロボロなんですけど、フランスの100年前、19世紀ぐらいですかねのリネンのナイトウェアロングシャツになります。すごい本当のインディゴリネンっぽい色合いになってる。これはですね、スウェーデン軍ですね。スウェーデン軍のロングシャツ。これはフランスのアンティークリネンの約100年前のロングシャツですね。色がすごくいい感じになってます。仕上がってる。これはですね、ちょっとどこの国かは忘れたけど、サージカルガウンっていうですね、お医者さん手術とかするときに着るガウンですね。はすごいボロボロだけどすごいかっこいい。これは直しがいがあるやつだ。これもサージカルガウンですね。これはこれ珍しいイタリアですね。イタリアの夜とか部屋着に着るときの、寝るときとかお家にいるときに着る、ロングシャツですね。こっちこれもボロボロだけどかっこいいアンティークリネン、フランスものですね。これもすごい直しがいがある。しかも雰囲気がめちゃくちゃ良くなってる。これどこだろうな。ちょっとウール入ってるな。ウールか？綿か。綿ですね。綿のロングシャツですね。これはですね、ここの部分とあと内側のロックミシンだけが色は移らず、色はですね染まらず、他のところは綺麗に染まってます。でこれはどこだろう。フランスかな。フランスのロングシャツになります。以上ですね。こういう感じでですね、同じ色に染めてくださいって頼んでても、新品の生地とか、あとはそうですね、私が頼んだのはこういう時代も国も素材も若干違う古着をですね頼んだので、こういう感じで色が少しずつ違ったりとか濃くなったりですね、あと薄くなったり、生地の風合いが目立つような染まり方したり、こういう感じだと深みが出てますよね。すごいかっこいいと思います。こういうのがですね、こういう感じで今回ですね、ニューヨークの個展にどちらかというと、藍染めに近い色に染めたので、スーパーボロボロコレクションのような、日本の古布をパッチしてで差し越して優しく補強して、ちょっとリメイクというかまた使えるようにしてニューヨークにですね持っていきたいなと思います。はい、こんな感じです。いかがでしたでしょうか。あと2ヶ月めちゃくちゃ頑張って作ってネットショップも上げて YouTube は各週2週間に1回上げて、あとはですね Instagram は日々上げるように頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。ではですね、この動画いいなと思った方はぜひですねいいねボタンと、あとチャンネル登録も、あとはコメントもですね、もしよければ残していってくださいです。
ではご視聴いただきありがとうございました。ではまた。